はい、後半は、こういった、個別パーソナルジムでできる、工夫をしてね、いろんな刺激を与えるっていう、テーマで、小筋肉、肩、腕、ダンベルやバーベルを使って紹介していきたいと思います。じゃあまた肩からなります。で肩ってやっぱりレイズですね。これが基本になってくるんですけど、2パターン自分はちょっと紹介したいです。同じ動きなんだけど2パターンハマるやり方が大きく分けて自分はあるのかなと思ってて、1つ目のやり方っていうのが手先で扱うようなサイドレイズ。手先で扱う、自分はこう手先で扱うタイプなんで、エンジンをこう吹かすようにレイズしていくと結構しっくりくるタイプなんですけど、もう一つが肘を振ってサイドレイズをするっていう方がハマる人もいるんです。自分はちょっとハマらないんでぎこちなくなっちゃうかもしれないですけど、それがこういう感じになります。大体大きく分けてこの2つにやりやすい、フォームっていうのは分けられているっていうふうに自分は感じています。指先で扱う場合はこうちょっとエンジンを吹かすような感じ。肘を上げるサイドレイズ。ちょっと2つやってみてハマる方で、やるとどんどん発達もしていくのかなと思うので、ちょっとやってみてください。はい、じゃあ次はフロントレイズになります。で自分がフロントレイズで意識しているのは、ここからここっていうのが、自分の中でのフロントレイズで狙える幅になってくるんですけど、どうしてもここからここまで負荷かけるっていうことはダンベルだと難しいので、角度を変えながら、ポジションを変えてやっていくっていうやり方をお勧めします。でこの斜めのベンチを使うんですけど、まずは、背もたれに寄りかかってやるやり方です。で肩の前って若干こうした方が収縮するっていうふうに言われてるんで、逆に言うとストレッチがこっちの方が入るっていうふうになってくるんで、肘が体側よりも後ろに来る場合はストレッチ系になりますので、手のひらを前にしてレイズしてあげると。あとは寄っちゃうと大胸筋の力が出ちゃうので、寄せずに、肩の位置に拳が来るっていうイメージですかね。こうやってやってあげるとより肩だけに、こう寄せちゃうと大胸筋の出力が出ちゃう。ここまで上げちゃうと抜けちゃうので、この辺でいいです。でこれでやったらすぐに今度は前向きになって、で今度収縮になるので、今度は手のひらを下に向けた状態でここからクッと上げてあげます。でただこうやって上げるんじゃなくて、最後顔を顎を引いてあげるともう一収縮しているような感じになりますね。これがフロントレイズの、工夫したフロントレイズのやり方になります。シュワちゃんのフロントレイズもあるんですか？シュワちゃんのフロントレイズはね、すごく効率が良くて、理論とか力学とかも度外視で、もうね、これですよ。実際はもうちょっとスキッパなんですけど、筋肉って情報なんですよ。シュワちゃんの体を情報だとしたら、ああいうトレーニングはありだと思います。実際だってああいうふうに体を作ってるわけじゃん。そうです。ただ案内さんが振り回してるから人に迷惑かかっちゃうので大変なことになっちゃうんですね。あんまり欲しくないですね。顔必要ありますそれ。顔必要あります。ここまでまでしないと。そんな感じ。シュワちゃんのやつでしょ。シュワちゃんのやつです。じゃあね、ちょっとスキッパじゃないけど俺は。はい、じゃあ肩の最後の種目はアップライトローになります。でさっきはどっちかというと肩関節だけで扱うような種目なんですけど、次は肩と肘、ちょっとローイングに近い形になります。2種類ありまして、広く持つやり方と狭く持つやり方があります。広く持った場合は、もう完全に肩の高さで止めてあげてください。これでいいですね。で肘を横に張るイメージですね。こう引かないように横に引いてあげると結構肩に張りやすいと思います。もう一個のやり方は狭くしてあげて、
で結構これ逆に上げてください、ぐるっとこういう感じで、はい、これを単関節種目に置き換えるとさっきのはい、シュワちゃんのサイドレーズみたいな、それのだから結構最大収縮に近いポジションまで持っていくことができますね。はい、こういう形で体を振ったり振らなかったりっていうのは重りを逃がさないように振るのが OK です。自分の場合だと一回肩グッて決めて逆に振ることで負荷がそこに乗るんですよね。これ逆になんかロボット見てガチャガチャガチャガチーンってこうやってやっても腕入っちゃったりするんで、その辺はもう本当にトレーニングを経験していくと分かってくると思うんですけど、自由に体は動かしていいと思います。はい、で次はね、三頭筋で、イージーバーを使ったトライセップスエクステンションっていう、こういうやつですねについてちょっと説明したいと思うんですけど、よく肘を開くとか閉じるとかってあると思うんですけど、自分はその閉じるとか開くっていう動作自体が三頭筋のサイドに入ってないんであんまり気にしてないですね。ただ肘って基本的に素直に動かすと斜めなんですよ、間接的に。それを例えば肘を締めてまっすぐやろうとするとやっぱりさっき言ったみたいに筋力は発揮できない方になってしまうので、三頭筋も一緒ですね。ハの字の方向に向かって関節はやっぱり素直に動いてるんで、自分は狭く持ちます。で理想は開きながらねこうやって押したいんですけど、実際はね開けないんでこういうふうになっちゃうんですけど、その辺はねいいんですよ別にで、こうしてで、2つやり方あります。こっちまで持ってくる人もいます。そうすると肩関節も一緒に動かしたようなやり方になりますね。はい、これ結構上級者向けですね。結構初心者がやるとプローバーになっちゃうんですよ、こうやって。なので自分は肘をしっかり地面に対して垂直に置いて、そこから肘で持ってきてあげて伸ばしてあげる。初心者の方だったらこっちの方がねイメージしやすいですね。はい、こういう感じの方がいいかな。慣れてきたら少し外してあげて負荷を乗せたままやるっていうのも全然いいと思うんですけど、まずはね、このポジションで慣れた方がいいかなと思いますね。で今の言い方で言うとプルダウンって言って、ここから三頭筋やる種目とかもそうなんですけど、この辺にケーブルがあったとしてこうわざと遠くにしちゃうと、やっぱり初心者の方はどうしても肘よりも肩でこうやってやっちゃうんですよ。肩でも三頭筋縮むんですけど、なんか本当にね効いてる感じがあんまりしないんですよね。肘なんですよね、三頭って言ったら。だから付着部の真下に立って持ってあげると、もうこれ押すだけなんだと。これをこうしちゃうとこうなっちゃうんで、絶対こうなります。伸びないんですよ、肘が。なんていうんですかね、ファンファンウィーヒルみたいな感じになっちゃうんですよ、スキーみたいに。スキーみたいになっちゃうんですよ。ズーの方ですね、じゃあ。ズーの方です。はい。スキーはちょっとね、三頭筋には入んないと思うんで、開く場合はトライセップスロープっていう三つ編みみたいなやつがあるんで、弁髪みたいなやつ。あれもつけてあげて、開いてもいいですし、自分だったらね、ケーブルをクロスに持って、クロス、今流行ってるこれラックぐらいの大きさをクロスに持って横に弾いてあげるとかやりますね。はい。いろんなバラエティあるんでね、ここではこういうやり方がおすすめです。はい。そしたら今日は施設の案内から何まで全てありがとうございました。いや、こちらこそ。こんなお土産まで自分が使ってる S3 のカレーパウダーですよ。これプロテインより嬉しいですもんね。プロテインより嬉しいですよね。じゃあ今日は施設も使わせていただいて、でパーソナルの方もね、今後自分を応援してるんで、何かあったら言います。じゃあ皆さん今はいろんな種類にフィットネスがあるんですけど、そのうちの一つとしてこうやって個別で誰にも見られずにしっかりと、パーソナリティでトレーニングを教えてもらって、食事の管理までしてもらうっていうスタイルがやっぱあるので、ぜひね、レビュースジムに足を運んでみてはいかがでしょうかというところで、今日は締めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。